皆さんこんにちは、あさひです。今日は100円ショップとかスーパーで手に入るものを使って超簡単な特殊メイクの作り方をお教えしたいと思います。血とかグロいのが苦手な方はぜひ薄めで見てもらえればと思います。材料です。まず皮膚になるところに使うのは粉ゼラチン。これはゼリーとかを固めるために入れるものですね。またメイクを落とす時もお湯でふやかすと肌を傷めずにベロベロと剥がれてくれるので操作しやすいです。そして熱いお湯、ティッシュ、ハサミ、スプーン、これだけです。そして色付けで使う材料はまずファンデーション。うちの近くの100均だとこれぐらいしかなかったんですけど、こういうリキッドファンデーションを使う方がいいと思います。そして水彩絵の具、茶色、黒、赤がマストであった方がいいですね。青、黄色があるとさらにいい感じになると思います。あとはお化粧用のスポンジ、食器用のスポンジ、絵の具の筆、茶色系のアイシャドウで、最後にケチャップ。以上です。では早速作っていきましょう。まず粉ゼラチンを熱いお湯で溶かします。量はだいたいゼラチンと同量かもう少し加えてとろみを出してもいいと思います。で、よーく混ぜます。肌にのせても熱くならないぐらいまで少し冷ましましょう。その間にティッシュを重なっているのをまず剥がして粗めに裂いていきます。で、ゼラチンが冷めたらまず少し肌に塗っていきます。そしてその上にティッシュを重ねます。これが後々皮膚に見えるようにしていきたいので、ミルフィーユ状になるように何度かこの作業を繰り返します。だいたいこのぐらいの厚みになるまで塗ったら一度乾かしていきます。乾いたら次に肌の色になじむようにファンデーションを塗っていきます。化粧用のスポンジがなければ指で伸ばすでもいいと思います。次に傷に見せたいところや大きさを決めてハサミで傷口を作っていきます。傷口を広げて見せたいので少し余分にカットすると中が見えやすくなりますね。そしたら次に色付けです。ここはもう好きにやってもらって構わないんですけれども、ポイントをいくつかお伝えすると、まず水彩絵の具は水を足さない方がドロドロした血液の感じが表現できると思います。あと色もいろいろ混ぜすぎちゃうと全部同じような色になってのっぺりしてしまうので、それぞれの色を残しつつマーブルっぽい感じで仕上げるのがコツですね。あとは粗めのスポンジを使ってポンポン叩きながら色をのせると内出血をしているように見えたり、血の通っていない皮膚の感じが簡単に作れます。周りの皮膚のデコボコしているところとかもより凹凸がくっきり出るように筋を描いて指でぼかしたり、アイシャドウでぼかしながら浅黒い皮膚の血色を作るのもいいですね。様子を見ながらこの工程を繰り返していくとどんどんリアルに見えてくると思いますよ。はい、こんな感じで乾いてはきているんだけれども傷口はパックリ開いてる感じに見えると思います。そしたら最後にもっとドロドロとした傷口を作りたいのでケチャップを傷口に入れれば完成です。今回は身近に手に入るものを使いましたが、もちろん肌が弱かったり顔にメイクをしたりもっとしっかり作りたい時はカラーアイシャドウやクリーム状のシャドウ、赤系のリップや血のりなんかを使うことをおすすめします。他にもティッシュを使わずにゼラチンだけを皮膚につけて色をのせればやけどした感じの皮膚も作ることができます。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。